ドライバーさんには楽しく仕事やってもらいたいのよ、俺。社長？いますか？気合い入れて、行きましょう。行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。失礼します。すいません。社長すいません、なんか本当にミスター X の横に乗せてもらって。東大乗り心地は。いや最高っすね。めちゃめちゃいいじゃないですか社長、これ。いい。最高です。ドア下部分ですかね。そこの部分がちょっとだいぶ変わったなっていう印象があるんですけど、まあ旧車感は出たよね。ちなみに社長、お車の型式なんですけども、型式は何年式のお車になるんですか？これは平成10年。これエンジンってどういうエンジン積まれてるんですか？これは平成10年で、はい、8DC11 っていうエンジン積んでんの。これ昔の一番星とかさ、乗ってた FU の初期の頃の FU っつうのが、8DC 確か9だったかな。8DC シリーズなんだよね。じゃあ 8DC シリーズの、一番最後の後継機ですかね。一番最後の 8DC11 っていうやつで、 8DC11、スーパーグレートって確か平成8年あたり柄なのね。で 8M っつうのと、8DC っつうのがかぶった時期っつうのは2年だけあるの。2年だけなんですね。多分これスーパーグレートになって 8DC になったのが2年しかねえんだよね。2年だけなの？ 2年しか乗ってない。あとはずーっと M 型なの。この前がザ・グレートっていう型だったのね。でザ・グレートが終わってスーパーグレートになって、この 8DC のエンジンが、馬力が低馬力だったから350馬力で、それよっか強い380馬力って 8M が出るまでのつなぎだったの、V8 は。なるほどですね。あとはみんなインタグラターボになっちゃったから、これ 8DC 乗ってたからさ、このシンプルなエンジンで、これ名機なんだよこれ。なかなか壊れない。どうですか今乗られてて、トラブルだったりとかって？ないね。全然ちゃんとメンテナンスしてればね。そうなんですね。今のさ400馬力のインタークーラーにはかなわねえけどさ、やっぱ旧車っていい味出すじゃん。なるほどですね。そこはね、初代ミスター X は 8M20 っていうやつだったの。380馬力の。そうなんですか。でこちらのお車は期間ってどれぐらいの期間で？期間 10年ぐらいじゃない？10年ぐらいの期間で。そうなんですね。ぶっちゃけなんですけど、これ言えれたらなんですけど、総額ってだいぶかかりました？トータルしたらもう分かんないけどさ、ただ改造費は2000万超えてるよね。マジっすか？超えてる。マジっすか？毎年毎年100万200万かけていくからもう永遠に続くよね。でももう社長、もうお車的にはもう完成じゃないですか？完成っていうか、ここにこうやったらいいかなと思ったらなんかいろいろひらめくのよ。いや永遠に続くんだよ。本当ですか？いつ頃の時期からトラックってお好きになったんですか？うちの親父生きてりゃ100歳なのよ。俺60だから、だから40歳上なのね。死んでしまったけど、親父が、俺生まれる前から押田商店っていうので運送屋やってたの。ボンネットで。ボンネットトラックでってことですか？だからもう小学生の頃だよね。その背中を見て、でその頃っつうのは平ボデが主力っつうか、箱車っつうのこういうバン車ねえかったからさ。なるほどですね。平ボデで、結局はその木枠に入った魚を積んだとかさ、バラで積んだとか、そういうような仕事をやってたの。それを見てたのよ、小学校低学年の頃から。だからそこから憧れっていうのがあって、そう平ボデにさ、魚そのままバラで積むにはドサーッと積んじゃうわけなんですか？シート水槽みたくしてドサーッとして、酵素6本も7本も出してザーザー
放水車で走ってたのよ。そうなんですか。その時にもう、はい、本当そのトラック野郎始まる前ね、はい、もうみんなこういうふうに手つ曲げでアーチにしてライトねつけて走ったりさ、はい、井筒くれつけてかっこいいこれデコトラなんて、サイドマーカー5つもついたらデコトラだから。あ、そうなんですか。サイドマーカー5つもついたらもうデコトラになっちゃうんですか。そこからしてアンドン山形のアンドン付きだとか、はい、もう全国的にそういうの流行ってきたのよ。はい、もうそれが大体あれだよ、昭和40年だよ。日産 UD だってさ、はい、ビッグサム古いね。その前、レゾナーって何それってな、ダルマの UD って言ったらばそんなの全然わかんない。わかんないです、わかんないです。その前にサングレイトっつうのもあったのよ。サングレイト、わかんないです、わかんないです。もうそのサングレイトっていうはい車も、はい、よくね東京あたりの出川箱のダンプの走りがそれだから。はあ、そうなんですか。ただ水産はさ、鉄だと錆びっちゃうからステンレスを使ってさ、はい、やったのがなんかステンレスってこうピカピカしてるから、はい、綺麗だねみたいなのが、それもああ、そうだったんですね。それもアートトラックっていうかデコトラの走りなのかなって、いや俺もやっぱりその憧れね、水産一本でやりでって、一般物っつったら飾れねえじゃん。ああ、確かに飾りが、ね、工場にギンギラギンでいけねえじゃん。だからやっぱり水産ってこう懐が深いからさ、デコトラに理解があるからね、その出荷元にする荷受けにしろさ、どうしても水産っつうのに固執したかったんだよね俺ね。かっこいいしさ、まあいろんな職種あるから、どれも否定しないよ俺は。ただ俺は職業でやっていくんだったら、やっぱ水産に特化してなってきたよね。そうなんですね。いろいろやったよ俺も最初。野菜もやったし、果物もやったし、それをさ、いろんな工場のいろんなところの積んだとかっていろいろあれしたよ。あ、そうなんですね。じゃあ社長は水産以外もやってた時期やったよ。やったあったんですね。押田運送ってさ、ダンプもあったからね。待ってください、新事実なんですけど。産業廃棄物運んでたよ。ああ、そうだったんですね。港からバラで魚を積んでくるトラックをこう見るのが楽しみだったの、この小学校の頃。はあ、そうだったんだ。その後なのよ。トラック野郎できたのが中学校1年生くらいだった。で映画館でそれ初めて見た時にもう雷走ったもんね、体に。俺が好きなことは間違ってなかったと思った。ああ、じゃあ社長が好きだった世界をそれを見て、確信したんだよ。間違いないと。やっぱしやんだったらリアルトラック野郎を目指したかったんだよね。俺の感性で言えば男のローマンだよ。だからもうそのイベントに出すとかさ、なんかそういうショーに出すっつう車じゃなくて、俺は自分自身走りてえのよ。ああ、もう社長自身が走りたい。走りてえの。ただその今のインタークーラーターボでさ、オートマでさ、でも自分でできる範囲でペイントやったりなんだりして、やっぱりそのドライバーさんには楽しく仕事やってもらいたいのよ俺。ああ、なるほどですね。今の車にさ船形バンパーつけろなんてさつかんねえからさ。ああ、そうですよね。旧車しかつかんねえから、だからそこはね多少希望を取り入れて、やってもらうと。で大事に乗ってもらえばいいしさ。だってトラック乗ってさ、いろいろ法にのっとってね、1運行8時間空きだとかさ、4時間に30分休憩取りながら、5泊6日で返してってやってるよそりゃ。でも5泊6日で帰ってくるっつうことは1週間に1回か2回しか帰ってこらんねえんだから、ドライバー。そうですよね。だよ、ホームシックになっちまえよ。確かにそうですよね。働いた報酬で給料払ってさ、で車はきれいにしてもらえばいいだけの話で、それ以上もういかもねえよ。事故を起こさないでくれって、それだけ思いは。交通事故だけ。交通事故だけなんですね。安全運転でやってくれよって、それだけ。あとはドライバーのこと信用してっから。うわ、かっこいい。俺は嘘つかねえから、俺は。社長からして嘘ついたら誰もついてこねえじゃん。だ俺は自分の言ったことは実行するし、嘘つきって言われる行動はしない。
俺今調子いいからさ還暦になってもこうやってっけどさ、はい。やっぱしあれだよね。もうやっぱし元気なうじゃずっとハンドル握っていてな俺。ああ、もうずっと運転するっていうことが。乗用車乗りたくねえもん俺あんまり。そうなんですか。トラック乗った方が気分いいもんねやっぱ。だんだん4トン車とか2トン車って小さくなるじゃん。はい。ずーっとこれ大型乗っていていいもんな俺。なるほどですね。もうじゃあ生粋のトラック野郎ですね。畳の上にいるよっかさ、車の上にいる子がいいんだったら畳の上で死ぬか車で死ぬかって、車で死んでもらっちゃ困るんだけどさね、まあそうですよね。そのくらいあれだからやっぱり車ってねずーっと乗るからやっぱ愛着を持ってさ、好きになってもらわねえとさやっぱ好きになってほしいよね今の若い人にね。ここの東京都内この全色全開でやるこの瞬間がたまんねえんだよ。ビルに映る自分の姿だよこれで納得すんだよ。なるほどですね。ビルに映るミスター X の姿がもうたまんないと。自分で見てたまんねえんだよ。鳥肌立つんだよそれで。来たよこれって東京の連中見どけんぐらいの勢いでもう始まるの？今日はありがとうございます。いえ、会長ありがとうございます。もう築地柄のレジェンドですからね。だよね。そうなのよ。レジェンド。レジェンドの方。すいませんなんか場内まで撮らせていただいて。いやいやとんでもございません。ありがとうございます。築地市場から始まって、はい、築地今年で62年目。マジっすか。すごいんだよね。レジェンド。62年。 62年間ずっとされてるわけなんですね。そうそうそう。そんなレジェンドの方にお会いできるとは思いませんでした。競泳会ってのを20年以上やってんの。あ、20年以上やられてるんです。そうそうその集まられる方々ってどういった方々が多いですか。まあこういう恐ろしい人たちばっかり。恐ろしい人たちが。上映会っていうのに私はそれを呼んでいただいて、そうだったんですそうですね。町営会が出会い。そうだったんですね。そうそれでそう仲良くなって。そうそうそう。じゃあもう会長様々で。さまいやいやいやありがとうございます。親分来ました古文が豊洲に恋中から今日はね会長にね来いとね言われてはい。初めてこの車で出てもらいましたレジェンドに。いや会長大丈夫ですか。この光景半端じゃないんですけど。前代未聞っすよだって。そう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 。じゃあね。ありだから会長はこれのもありなんですね。これもう素晴らしいよねこれ。じゃあもう会長 OK がねいただいて、じゃあ今回初めて撮影させていただきました。どうも会長すいません。すいませんありがとうございました。はいありがとうございました。ありがとうございました。はいありがとうございます。
ここに返品とか何もないんで。これでもはい、ということで、今回あなたのトラック乗せてくださいということで北海道から豊洲までお届けしました。6日間ですね、合計。ありがとうございました。はい何から何までお世話になってね、矢田さんももう長旅ありがとうございました。ありがとうございます。もう貴重な体験させていただいて、もう二方にも大変お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。今日の動画は以上です。高評価グッドボタンよろしくお願いいたします。また見てください。ほなバイバーイ。バイバーイ。このまま直だとさ高さ出ないじゃん。ちょっとさいいのないかどうか見てくれる？